ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。日本には東海道新幹線、東北新幹線をはじめとして複数の新幹線路線があります。主たる区間を列車が200キロ以上の高速度で走行できる幹線鉄道という定義の通り、新幹線の最大の特徴は在来線にはない高速度での運行です。そのため高速度での営業運転を可能とするために、これまでに在来線とは異なるさまざまな車両が開発・投入されてきました。ところで新幹線を走る電車を見ていて気になるところはありませんか？在来線の車両と新幹線の電車を見分けるポイントの一つが先頭部の鼻の長さ、いわゆるノーズ長です。近年営業運転している新幹線の車両はどれも流線形で鼻が長いデザインが採用されています。しかし実は初期の新幹線には鼻の短い車両もありました。一体なぜ新幹線の鼻は長くなったのでしょうか？そして現在も北陸、北海道、中央新幹線が建設中ですが、今後登場するであろう新型車両の鼻の長さはどうなるのでしょうか？そこで今回の動画では新幹線の鼻が長い理由について解説・考察をしたいと思います。それでは本編へどうぞ。新幹線の概要。日本に新幹線が登場したのは1964年です。当時の日本国有鉄道が東海道本線の線路容量逼迫対策として東海道新幹線を東京・新大阪間の線造として開業したことを始まりとします。新幹線という名称はこの東海道新幹線の建設経緯に由来し、東海道本線という幹線に対する全く新しい幹線ということで、新しい幹線、縮めて新幹線という単語が出来上がりました。開業当時の営業最高速度は210キロ。現在では東北新幹線の宇都宮・盛岡間において最速320キロを達成しています。新幹線は特化した車両と専用の軌道を統合したシステムを用いることで、従来の鉄道よりも著しく高速で運用することが可能であることが特徴です。このように速度や輸送力、安全性において優れた高速鉄道は現在、世界各地で運行されていますが、日本国内では東海道新幹線の後、国鉄時代には1972年に山陽本線の専造区間として建設された山陽新幹線の開業を経て、1982年より東北・上越の各新幹線が開業しました。国鉄の事業が JR に移行した後は、1997年に北陸新幹線、2004年に九州新幹線、2016年に北海道新幹線、2022年に西九州新幹線の4路線が開業。加えて JR の在来線と新幹線とで直通運転を行うミニ新幹線と呼ばれる新在直通特急路線があり、1992年に山形、1997年に秋田でそれぞれ開業しました。2024年時点で営業中の路線はフル規格が8路線の合計 2956km、2路線あるミニ新幹線の合計は 276km です。新幹線網の拡大は半世紀にわたって続けられており、2015年度の年間利用者数は3億6000万人に上りました。2024年時点でも北海道、北陸、中央の各新幹線が引き続き建設中で、並行して営業最高速度を高める計画もあります。新幹線電車の構造。さて、新幹線は高速度での都市間輸送を前提としているため、使用される電車は独特の構造をしています。新幹線の一つ目の特徴は、在来線と異なる規格です。例えば期間で言えば、一般的な在来線のレール幅が 1067mm に対し、新幹線は 1435mm の国際標準機と広くなっています。日本では一部の私鉄路線でも見られる機関となっており、異常時には京急の保守用車が新幹線の保守をしたこともあるのですが、これによって高速で走っても車両の状態が安定しやすくなります。また、
新幹線専用の線路はカーブや勾配が緩く、踏切がないためスピードを落とさず運行することが可能です。高架橋とトンネル主体の路線構造とすることに加えて、容易に入れそうな場所でも高い防護柵の設置などを実施し、それだけでなく新幹線特例法と通称される厳しい法律を施行し、人や動物がみだりに線路内に立ち入ることができないよう最大限工夫されていることも在来線との大きな違いです。さらに通常 JR の在来線で使われている電源は直流 1500V、交流区間であっても単層交流2万 V となっているのですが、新幹線では単層交流2万 5000V を採用しています。これによってより少ないエネルギーロスで最大限多くの電力を送電できるようになっています。使用される電車のサイズも在来線より大きく、 JR 在来線の車両限界が幅 2.95m× 高さ 4m、 車両長 20m であるのに対して、フル規格新幹線は幅 3.4m× 高さ 4.5m、 車両長は 25m です。また2つ目の特徴として車体の軽量化があります。新幹線電車は軽量化のため、台枠だけでなく車体全体で強度を保つ構造をとっています。車体材質は0系、100系、400系、E1 系のみ、従来からある普通鋼。東北・上越新幹線用の200系では大切装備による重量増加を抑えるため、初めてアルミニウム合金が採用されております。しかし国鉄爆発後に開発・製造された新幹線電車では、軽量なアルミニウム合金製車体が一般化されただけでなく、アルミ材の加工手法が発達したことによって製造費用のコストダウンとさらなる軽量化の両立が図られました。そのため近年の電車は国鉄時代に開発された初期の電車より著しく軽量化が図られていることが特徴です。さらに200キロを超える速度を実現する高出力モーターすら徹底した軽量化が図られています。続いて新幹線の3つ目の特徴は先頭部、いわゆる鼻が長い流線形の車体デザインです。例えば東北・北海道新幹線で走る E5 系、H5 系の先頭部は15メートルものノーズ長を持つデザインが特徴となっており、山陽新幹線で主に走る500系も同じ長さとなっています。また東海道新幹線で長く運用されている N700 系も E5 系、H5 系ほどではありませんが 9.62 メートルもある上、N700S ではこれがさらに伸びて 10.7 メートルもあります。どちらも先頭車の全長は約27メートルのため3分の1以上、E5 系、H5 系、500系に至っては半分以上が鼻なのです。さらに現在 JR 東日本が試験中の E956 型 αX では10号車の先頭部がなんと22メートルというとんでもない長さに。どれだけ高速で走る在来線の特急などであってもこのように鼻が長いデザインは見られません。高速化と騒音防止を両立させる流線形デザインは新幹線ならではの特徴となっています。なぜ新幹線の先頭部は長いのか？新幹線の先頭部が長い大きな理由は騒音対策です。時速数百キロという高速で走る新幹線は走行中だけでなくすれ違い時、トンネル通過時などに空気抵抗による騒音が出やすいという問題を抱えています。特にトンネルに進入するときにはトンネルドンと呼ばれる微気圧波が発生することにより反対側で大きな衝撃音がします。そこでできる限り空気抵抗を減らした上で騒音を小さくする方法として採用された手法というのが先頭部、いわゆる鼻の長さを長くすることでした。しかし約50年前に登場した初代の新幹線0系はダンボ鼻と呼ばれるように決して先頭部が長いわけではありません。新幹線の鼻が伸び始めた理由は高速化が関係しています。0系新幹線の最高速度は210キロでした。一方で1997年から東海道・山陽新幹線で運用を開始した500系は当時世界最速だった最高速度300キロを誇りました。高速化が進んだことで東京・
新大阪間の所要時間は4時間超えから約2時間30分まで短縮されました。しかし新幹線がスピードアップすればするほど発生する騒音は大きくなります。そこでスピードアップと騒音防止を両立させる方法として考え出されたのが先頭部を細く長くすることだったのです。ところで日本での成功から派生し、海外にも高速鉄道が多数存在します。その一方で海外の高速鉄道においては日本の新幹線のように先端部が極端に長い構造となっていません。例えばフランスの高速鉄道 TGV で用いられる2階建て客車を連結して車高の高いデュプレックス編成では320キロ運転をするのにノーズ長がたったの 5.02 メートルしかないのです。車体幅が 2.9 メートル程度と狭いことを加味したとしても、同等の車体幅で320キロ運転をする日本の E6 系では13メートルのノーズ長であり、日本基準で考えたら短すぎると言わざるを得ないでしょう。さらに日本では285キロ止まりである700系新幹線をベースに作られた台湾高速鉄道の 700T 型は700系の 9.2 メートルよりも短いノーズ長8メートルで最高速度300キロ運転を実現しております。日本では275キロまでしか速度を出せない E2 系をベースにした中国高速鉄道は海号 CRH2 では車体設計そのままちょっとパワーを上げた CRH2C で350キロ運転を実現していますし、E2 系をはじめ各国の高速鉄道車両をベースに設計され、最高速度350キロ運転を実現している CRH38B シリーズおよび復興号 CR400AF、CR400BF でもノーズ長は多分10メートル未満です。このように他国の高速鉄道と比較してもとてつもなく長い新幹線のノーズ長。新幹線が鼻の長い構造となった背景ですが、日本独自の事情というのが大きく絡んできます。それは線路上にトンネルが多いことと厳しい環境基準です。高速鉄道の騒音は特にトンネルに入るときに大きくなります。またトンネル工事は難易度が高いことから高速鉄道は平野部に作るのが一般的です。しかし国土に山が多い日本ではより効率的なルートを選ぶため、かつ用地買収の観点からも新幹線建設のためにいくつものトンネルを作らざるを得ませんでした。さらに複線間隔もトンネル断面積も狭く設計され、それも新幹線の鼻が長くなってしまう要因となってしまいます。加えて場所によっては新幹線が住宅地のすぐ近くを通ることもあります。そのため環境省では新幹線の騒音基準を住宅地で70デシベル以下、小工業地では75デシベル以下としています。トンネルが多くて騒音が大きくなりやすい一方で、環境基準を満たさなければいけないという2つの制約があることが新幹線の独特の構造を生み出したのです。ここで新幹線の鼻の長さに注目してこれまでの歴史を振り返ってみましょう。先ほども触れたように1964年に登場した0系、そして東北上越新幹線系統として1982年に登場した200系は団子鼻の愛称で知られているように丸くて短い形状でした。実はこの形状も210キロ以上で走る高速鉄道ゆえ騒音を小さくすることを目指してできたものです。空気抵抗の少ない流線形のデザインを取り入れ、航空機の先頭のような形になったと言われています。しかし1985年に投入された100系では早くも新幹線の鼻が伸び始めます。0系の 3.9 メートルに対して100系の鼻は 4.8 メートルで、尖った形状からシャークノーズと呼ばれました。実はこの100系から設計上は270キロでの走行が可能でしたが、トンネル内の微気圧波の問題を解決できなかったため、営業運転でのスピードアップは230キロにとどまりました。続いて1992年に営業運転を開始した300系で取り入れられたのがスラントノーズと呼ばれる形状の鼻です。しかし300系でも270キロでの営業運転をするときは微気圧波の問題を克服することはできませんでした。微気圧波の問題を克服し
300キロ運転の壁を突破したのが1997年に登場した東海道山陽新幹線の500系です。全長27メートルの先頭車両のうち半分以上となる15メートルの鼻を持ち、大胆かつ流麗で美しいデザインは今でも不動の人気を持ちます。この300キロという最高速度は当時フランス TGV と並ぶ世界最速タイでした。さらに山陽新幹線が実現した広島小倉間の平均速度 261.8 キロは駅間の最速記録としてギネス世界記録に認定されています。そんな500系が画期的だったのは、先頭部にある運転台を飛行機の操縦席のようなキャノピー型としたことです。それまでの車両では鼻の部分を運転台周辺に限定していたため、極端に長くすることができませんでした。500系で取り入れられた大胆な発想は、その後の新幹線車両にも受け継がれています。鼻を短くする努力はしているのか？新幹線の鼻が長いデザインは、騒音を抑えつつ高速での運行を達成する方法として採用されました。しかし、一方でこのデザインには様々な欠点もあります。例えば運転席背後の客室扉やデッキを設置するのは難しくなり、客室面積も減ってしまいます。特に客室面積の減少は乗車定員の減少につながるため、利便性や経営面でも無視することはできません。そこでスーパーコンピュータによる解析や風洞実験を通じて、微気圧波の影響を減らしつつ先頭を短くする研究が進められてきました。実際に1999年に開発された東海道山陽新幹線の700系ではエアロストリームという形状が採用され、鼻の長さは500系の15メートルから 9.2 メートルまで短くなっています。形状を変えたことで最高営業速度は285キロとなり、500系の300キロを下回ってしまいましたが、乗車定員は300系と同じ人数を確保することができました。その後も先頭車両の鼻の長さを短くしながら、最高営業速度300キロを達成する努力が続けられました。遺伝的アルゴリズムなどの新しい技術も取り入れられたこともあり、2007年に誕生した N700 系ではより複雑な形状のエアロダブルウィングを採用しています。N700 系の鼻の長さは 9.62 メートルであり、700系と比べると 0.42 メートル長いものの、同じ営業最高速度300キロの500系よりは大幅に短縮することができました。また、客室面積や扉配置も300系、700系と同じであるため、車両としての使い勝手も向上しています。ところでこのまま技術革新が進めば、どんどん新幹線の鼻の長さが短くなると思われる方もいるかもしれません。しかし東北新幹線に2011年から投入されている E5 系、および2016年の北海道新幹線開業時に E5 系と同等の車両として登場した H5 系では、反対に鼻の長さは15メートルと長くなっています。というのも、技術革新が進んでいる一方で、新幹線の高速化を目指す動きもあるためです。E5 系と H5 系は営業最高速度320キロを達成するために、やはり鼻を長くするしかなかったのです。ただし E6 系では車体サイズが在来線規格と幅が狭いこともあり、鼻の長さを E5 系より短い13メートルに抑えることができました。また2024年より山形新幹線へ順次投入されている E8 系では、最高速度を300キロに抑える代わりに定員の増加を目的として、先頭部の鼻の長さを9メートルに抑えることを可能としています。ところで現在、JR 東日本では東北新幹線を最高速度360キロで運転させることを目指しています。次世代型試験用新幹線である E956 型 αX では、なんと22メートルもの鼻を持ってる先頭車があるのです。10号車のほとんどが鼻と言っても良いでしょう。ただし、αX で22メートルもの鼻を持つ先頭車は、新青森、新函館北斗、札幌型先頭車の10号車のみで、東京型の1号車は約16メートルであり E5 系と大きく変わりません。
鼻が22メートルと伸びた α-X の10号車では、先頭車両の客室窓がなんと3つ分まで減ってしまいました。現在は高速化の実現と居室性とのバランスを見ながら、引き続き開発を続けている段階です。なお α-X は北海道新幹線の札幌延伸に合わせて、量産車両を導入することを目標としています。新幹線の札幌延伸は先日、2030年度末の開業延期が発表され、正式な開業予定日は発表されていません。遅れは数年程度と言われているため、10年以内には20メートル以上の鼻を持つ新幹線がお披露目されるかもしれません。新幹線の鼻を短くする技術向上とスピードアップによる長尾化は今後も続きそうです。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって新幹線の鼻が長い理由について、新幹線の鼻が長い主な理由は空気抵抗やトンネルでの微気圧波を抑えて騒音を減らすこと、海外と比べると線路上にトンネルが多く住宅地の近くを走ることもあるため騒音対策は欠かせないこと、1964年の開業から20年ほどはダンボバナの愛称で呼ばれることからわかるように、新幹線の車両の鼻は必ずしも長くなかったが、その後スピードアップのために長尾化が進んだこと、技術革新によって新幹線の鼻は短くなることもあったが、一方で高速化も進んでいるため結局鼻は長くなる傾向にあることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。